皆さん、こんにちは。私はアヤンディです。私の YouTube チャンネルへようこそ。今日はハノイの音について学びます。それでは始めましょう。この動画では最近の考え方を優しく説明します。Tower of Hanoi はデータストラクチャーとアルゴリスムにでとても有名な問題です。ハノイの音は有名な数学的パズルです。この問題は世界を学ぶためによく使われます。プログラミングやアルゴリズムの勉強でとても重要な問題です。最初は難しそうに見えるかもしれませんが、最近を使うと簡単に解決できます。このパズルには3本の棒があります。一つ目はソースの棒です。ここから円盤が始まります。二つ目は補助の棒です。三つ目はターゲットの棒です。そして大きさの違う円盤があります。小さい円盤は上にあり、大きい円盤は下にあります。円盤はルールに従って移動しなければなりません。問題の目的はすべての円盤をソースの棒からターゲットの棒へ移動することです。この時、補助の棒も使うことができます。最後にすべての円盤が正しくターゲットに並びます。ルールは3つあります。1つ目は、1回に動ける円盤は1つだけです。2つ目は、大きい円盤を小さい円盤の上へ置くことはできません。3つ目は、補助の棒を使ってもいいです。これらのルールを守らなければなりません。この問題はなぜ難しいのでしょうか？それは正しい順番で動かさなければならないからです。ルールを破ることはできません。だから、トラナカ的な考え方が一つようです。ここで最近の考えが役立ちます。最近のとは関数が自分自身を呼び出すことです。大きい問題を小さい問題に分割して解説します。プログラミングではとても重要な概念です。ハノイタワーは再起の学ぶための代表的な問題です。円枚の円盤を移動するために、まず円日枚の円盤を補助の棒移動します。次に一番大きい円盤をターゲットへ移動します。最後に円一枚の円盤をターゲットへ移動します。これを繰り返し使用します。これがハノイノートの再帰的な解説方法です。
これがハノイの塔の再起式です。この式は小さい問題を2度と解説して最高に一度一度することを表しています。最近の考え方がこの式に現れています。今から3枚の円盤が例を見ます。A はソース、B は補助、C はターゲットです。最初はすべての円盤が A にあります。目的はすべての円盤を C に移動することです。では、順番に見てみましょう。1回目、A から C へ移動します。2から目、A から B へ移動します。3回目、C から B へ移動します。4回目、A から C へ移動します。これで一番大きい円盤が移動できました。次に5回目 B から A へ移動します。6回目 B から C へ移動します。7回目 A から C へ移動します。これですべての円盤が C に移動しました。ここでは円盤の動きを順番に確認します。アニメーションや図を追加をと円盤の動きがわかりやすくなります。特に最近の流れを理解しやすくなります。最終移動回数の公式は2の延長マイナス1です。例えば、1枚なら1回、2枚なら3回、3枚なら7回、4枚なら15回です。円倍の数が増えると移動回数も大きくなります。ハノイの東南時間計算量はオフとパワーレンです。これは円倍の数が増えると計算量も急激に増えることを意識します。だからめき数の円盤は時間がかかります。これはハノイの東の Java コードです。このコードは再起を追加って問題を解説しています。もし円盤が一つだけなら、そのまま移動します。それ以外の場合は、採血的に関数を呼び出します。これが再起のポイントです。再起のメリットは、複雑な問題を簡単にできることです。そしてコードも短くきれいになります。キー構造がアリグルスムでもよく使われます。最近はプログラミングでとても重要です。要は、花いのとルール、採血的解説方法、3枚の例、最終移動回数、そして時間計算なるようについて学びました。この問題は最近の考え方を学ぶためにとても良い問題です。見てくれてありがとうございました。この動画が役に立ったら、ぜひ、いいね、コメント、シェア、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画で会いましょう。